こんにちは、ずんだもんなのだ。今回はお気楽サーバシリーズの一つなのだ。基本のマインクラフトサーバを作ってみるのだ。ここでいうマインクラフトは Java 版のことなのだ。マインクラフトも結構昔からあったけど、Java も結構昔からあるプログラミング言語なのだ。Java は自由な利用が可能でもあるし、マインクラフトはブロックの形が元なので Java 言語でもちゃんと動くのが書けるし、なんといってもそのプログラムがただなのだ。そして昔からあるから Java で動かすサーバはそんなに重くないのだ。はっきり言えばこの言語は Windows で動かすと Windows の方が重いくらいなのだ。というわけで Windows で動かすなんてそんなもったいないことできないのだ。自宅サーバなら4人くらいが一緒に入るのだから、 Ubuntu、Linux でメモリが 8GB もあれば十分だし、第3世代以上のノートパソコンを SSD に変えてしまえばそれでもう十分だと思うのだ。このくらいの中古を安く買っても軽く動くのだ。そして今使っているのでマルチバースコア等を使ってこんな感じなのだ。じゃあ早速始めるのだ。まずサーバの基本的な作り方だけど、以前に紹介した方法でいいのだ。概要欄にリンクを貼っておくのだ。ではその動画の方法が終わった後のノートパソコンでどうするかということなのだ。ターミナルを開いてこのように打つのだ。これは Java を動かすアプリのバージョン違いのものがいくつあるかということなのだ。今回のスピゴット 1.19.3 の場合はバージョン17が必要だったのだ。そこでこのように打てばそのバージョンの Java がインストールできるのだ。他のバージョンが欲しいときはアプリは一緒に入れといて選択できるのだ。じゃあ Firefox を動かしてスピゴットを作る元のプログラムをダウンロードするのだ。ここにこう打てばいいのだ。概要欄かどこかに貼っておくのだ。ここから最新のビルドツールズをダウンロードするのだ。今はバージョン156が最新だったのだ。そうしたらファイラーを動かしてこのビルドツールズを動かすフォルダを作って、そこにこれを持っていくのだ。これが今ダウンロードしたファイルなのだ。切り取りを選択すればいいのだ。ホームフォルダに戻って新しいフォルダを作るのだ。名前は何でもいいけど後でわかるようにつけるのだ。そうしたらここに貼り付けるのだ。この辺りでクリックするとこういう風に端末で開くが出るのだ。この機能は楽なのだ。中を見てみたらちゃんとファイルが入っていたのだ。ではこのように打ち込んでこの Java プログラムを走らせるのだ。おっと間違ったのだ。必要なアプリがまだあったのだ。こう打ってそれも入れるのだ。じゃあさっき打ったコマンドで Java プログラムを動かすのだ。実はいちいち打たなくても上のキーを押せば前打ったのが出てくるので楽するのだ。時間がかかるので飛ばしたのだ。できてるか見てみるのだ。あったのだ。スピゴット 1.19.3 がそれなのだ。じゃあ簡単にファイラを使ってスピゴットをコピペしちゃうのだ。ホームに戻ってフォルダ作るのだ。今回はマインクラフトフォルダを作って、その中にスピゴット 1.19.3 フォルダを作ったのだ。そこにさっきのファイルをペーストするのだ。ここのフォルダでサーバが動くことになるのだ。また端末つまりターミナルを開いてちょっと長いけどこう打つとスピゴットが動いちゃうのだ。後でも上キーを押せば昔打ったのは出てくるから心配しないでいいのだ。おやや止まったぞ。ここに EULA に同意したのを書けと言っているのだ。このように打ってそのファイルをエディット編集するのだ。ファルスをトゥルーにしてねってことなので書き込んで保存して終わるのだ。トゥルーって直して保存をしてウィンドウを消すのだ。じゃあさっきのを打ち込むんだけどレキーを何回か押せば出てくるので楽するのだ。スピゴットサーバがこれで動くのだ。こんな風にメモリのグラフも出るので便利なのだ。時間がかかるから飛ば
したのだ。ここに最後にはこう出て動いたってことになるので見ておいてほしいのだ。止めるときはここにストップと打ち込んで終わるのを待つのだ。じゃあファイアウォールの設定なのだ。ポート番号25565をこのようにターミナルに打ち込んで開くのだ。リロードをして入れたのを働くようにするのだ。ウィンドウを一応消してっと。もう一回開いて、ここで IP8 を打ってみるのだ。この IP アドレスを覚えておくのだ。これはこのサーバの IP アドレスなのだ。このサーバにつなぐときにいるのだ。それではこのように打ち込んでスピゴットの入っているフォルダを選択して、さっきのスピゴットを動かすコマンドを上キーで出すのだ。動いたのだ。動かすまでは意外と簡単なのだ。じゃあクライアントつまりゲームする方のアプリに移って設定してみるのだ。ここではもう同じバージョンの表示が入っている前提で話すのだ。マルチプレイを選んだらこのように操作してサーバを設定するのだ。ここでさっきの IP アドレスを入れるのだ。動いてるよと出たので押して接続するのだ。つながったのだ。ここがサーバの世界なのだ。コマンドを早速打ってってあれ打てないよ。はあ、何かに叩かれてる。一旦戻ってコマンドを打てるようにするのだ。このサーバのターミナルに OP、名前を打てばいいのだ。ついでに一回止めてコマンドブロックの方の設定もしちゃうのだ。ファイラでスピゴットの動いているフォルダを見て、設定ファイルをダブルクリックして編集するのだ。どれだっけ。確かエネーブルなんとかだから検索を選んで入れてみてっと。これこの項目をトゥルーにすればいいのだ。保存して終わればいいのだ。また楽ちんなのでここから端末を起動してっと。さっきのスピゴットを起動させるコマンドをキーを何回か押して呼び出せばいいのだ。始まったのだ。動いたのが分かったらクライアントでちゃんと動くかチェックなのだ。さっきと同じにしてスンダモンのサーバースンダクラフトに接続するのだ。つながったのだ。コマンドは打てるかな。あらら、打つ前にお亡くなりになった。もう一回挑戦。お、打てたのだ。これでいいのだ。暗いから昼間にしてみてみるのだ。ちゃんとノーマルワールドができてるのだ。 OK なのだ。さて次はプラグインを入れるのだ。家族のみんなで遊ぶからマルチバースコアとマルチバースポータルズを入れてみるのだ。ストップと打ち込んできちんと止めてから操作するのだ。それじゃ Firefox を起動して欲しいプラグインをダウンロードするのだ。即ダウンロードできたのだ。次のプラグインはこう打ち込んでウェブページを見て、どこにあるかな。これポチッとしてダウンロードできました。ダウンロード先は概要欄に書いておくのだ。ファイラを開いてみてみるとここにあったのだ。これをコピペするのだ。後で残ってても嫌なので切り取りにしたのだ。じゃホームを押して戻ってっと。スピゴットのあるフォルダまでクリックしていくのだ。その中でプラグインズっていうフォルダがあるのでそこに貼り付けるのだ。
ここの便利機能からターミナルを起動してまたサーバーを動かすコマンドですが、前も言った通り AT を何度か押せば出てくるのだ。時間がかかるから飛ばしたのだ。そしてクライアントでコマンド確認なのだ。クリエイティブにしてマルチバースが動いていればリストを出せるはずなのだ。出たのだ。これでおしまい。同じようにワールドエディットも入れたのだ。お家の中のサーバなので意外と簡単でした。じゃあ次はデータパックの入れ方なのだ。かっこいい銃のデータパックを入れるのだ。やっぱりちゃんとストップで止めてから作業するのだ。メタルガンソリッド並みのかっこいいのがあったのだ。ダウンロードするのだ。この YouTube の概要欄にダウンロード先があるのだ。概要欄に書いておくのだ。 1.19.3 のデータパックをダウンロードするのだ。そうしたらスピゴットのあるフォルダのワールドのデータパックに入れるのだ。マルチバーズコアを使うと最初の場所であるワールドのデータパック図が全部に適用されるのだ。じゃあここにペーストするのだ。また便利な機能を使ってターミナルを出してエキーを押してサーバーを動かすコマンドを打って起動するのだ。ちょっと時間がかかるので飛ばしたのだ。最後にこれが出てればサーバーは待機状態なのだ。クライアントに移るのだ。こっちでも用意が必要なのだ。プティファインをダウンロードするのだ。ちゃんとバージョンを合わせるのだ。わかりやすいようにここに置いておくのだ。じゃあ次はさっきのかっこいい銃の YouTube を探すのだ。もうちょっと検索のワードを足して。これなのだ。マインクラフトガンズ 1.17 プラスだったのだ。じゃあここではかっこいい銃のリソースパックを持ってくるのだ。わかりやすいようにここに置いておくのだ。じゃあ今まで通りクライアントのマインクラフトを起動するのだ。ここでモッドを選んでプティファインを入れるのだ。マルチプレイで積んだクラフトに入って設定からリソースパックを押していって、ここにドラッグ&ドロップでいいのだ。適用するのだ。ここで1回終了して全部がちゃんと動くように念のため再起動するのだ。もう1回積んだクラフトサーバに接続するのだ。実際にさっきの YouTube に倣ってコマンドで銃とマガジンを出して撃ってみるのだ。かっこいい銃なのだ。ちゃんと弾の入ったマガジンも出たのだ。準備はこれでいいかな。すげえのだ。マガジンのリロードもできるのだ。
データパックの入れ方もうまくいったのだ。今日のお話はこれでおしまいなのだ。みんなに共有されるサーバとは違うので、入る人の管理に関してのクラブインとか入らないのだ。自宅サーバの便利なところでもあるし、お安い中古で動かせるということでもあるのだ。長い間見てくれてありがとう。また作る予定なのだ。次も見てほしいのだ。